はい、どうも、クイズの研修長の井田です。ライターの川上です。本日ははい、じゃあ抜き打ちテストをやるぞ英単語が書かれているので空欄に和訳を入れなさい。はい、教科書しまって開いてないねえよ。久しく開いてないです。久しぶり英語のテキストなんて3年ぐらい開いてない。始めます。俺、飲酒の時にやった分、川上より有利だと。よーい、始め。僕専門国語なんですよ。はい、そこまで。 OK。ペンを置きなさい。はい、では企画の説明をいたします。はい。東大生検証シリーズ、東大生は全く知らない英単語を10分間で何個覚えられるのか。今からそちらの10個の単語を覚えてもらって10分後にスペルテストをしますので、果たしていくつ正確に書くことができるのかというのを検証しまして、もしかしたらもともと知ってる言葉だったんじゃないかと思われる場合があるので、先にテストをさせていただいたとなるほど。いうことでございます。多分知らないだろうなという前提で準備はしているんですが、一応答え合わせをしましょう。はい。伊沢さん結構真剣にやったか俺、真剣にやった分、覚えてはいると思う。1問目、アナーティダイフォービアはアヒルに見られること恐怖症。自分がアヒルに見られるのではないかというな。アヒルに見られるのではないか。なるほどね。あるあるだよね。まあそういう時に使う単語ですね。アナーティダイフォビアのあるある言いたい。まあ年一ぐらいありますよ。2つ目、こちらは野菜を麺にする道具。年一ぐらいは使いますよ。そんなに。超ベジタリアンだ。3つ目、見たことねえよ。セラウノマン氏、雷占い。雷の形で未来を占う。もうやめます。やったことはないよ。僕、ムーニングは合ってましたね。本当ですか？お尻を出すって書いてありました。おお、すごい。さあ、スカイプエモーティコンでカッコムーニングと打つと、これが出てくるから。で、僕、高校時代、ふざけてよく使ってた。スカイプで。5番目のやつよくわかんないけど、第一村人ってことですよね。確かに。これ第一村人ですね、まさにね。10分後に配るやつは日本語の意味だけ書いてあって、英語の方が空欄になっています。まあどういう風に覚えてるのかなっていうのもちょっと気になるので、なるほどね。何回も書くのか音読するのかとかね。よーい、スタート。アンヘドニアとか使いやすそうな単語だけどね。かつて感じていた楽しみが感じられなくなる。使わねえな。せっかく覚えても多分使わない。モチベーション低いな。はい、そこまではい。ということで、学習タイムは終了です。もう、その言葉によって自分の記憶が出てしまいそう。うるさい。出てしまいそう。うるさい。もう何も言いません。よーい、始め。これ本当にこれだったっけ？ 1 個自信ねえよ。はい、そこまでうん。あれでは最後までこれ覚えられなかったんだな。お二人はどういう覚え方をしてたんでしょ見て、覚えて、っていうか僕、事前に書いた段階で、ある程度分解して覚えたというか、五感五感で覚えていたので、その五感を組み合わせたイメージで覚えて、あとは反復。自分で10個上から出せるかどうかを。う？五感っていうのは例えばどういう？ウルトラクレピダリアンは、クレプトマニアって覗き見するのが好きな人のことクレプトマニアって言いますけど、ウルトラはまあ超能力的なので、クレプトで、クレップのとこで、超投資能力を持ってる人みたいなイメージを持っていたので、全然合ってなかったですけど、でそれである程度イメージ付けしちゃうみたいな。あと、L と R がやっぱ紛らわしいので、まあもう今回は、あれですね、背の高いか低いかで覚えたみたいな。棒の高さ。棒の高さですね。まあ、セラウノマンシーが揃ってる意そう味がありますよね。そう。おお。そう、高さが揃ってるから、セラウノマンシーとかは、それで覚えるみたいな。満点取れるまで反復してって。でもスペルは実際には書かない。スペル書いたの2回ですね、10分間で。見て頭の中でパッと映像で思い浮かべられるかやって、最後不安だからスペルチェック1回2回して、両方とも合ってたので、いけるやろと。川上さんは？僕は最初もう気合で覚えて、その後5回同じことをやっただけ。5回自分でテストやっただけ。まあでも結局は反復する。僕はスペルがかなり自信ないので、英語に関しては。
だから毎回書くんですけど、スペリングムーニングとかもう途中から書かなくていいなって感じますね。フーニングはええやろ。そうだ、語感とかスペル、こういう難しい単語になってくると、スペルの常識が通用しなくなってくるんですよね。受験で出てくるような単語は大体こう、スペリングこういう風になるやろってなりますけど、こういうの通用しなくなってくるんで、それが厳しいんですよね。高校の範囲だと、ある程度、その規則を覚えちゃえばだんだん楽になってくる。スペリングの規則性が覚えられるので、あと、書くことが少ないですよね。高校以降というか、大学入試ってあんまり難しい単語を書かせたりはしない。はい。というわけで、はい。というわけで、はい。というわけで、はい。お二人とも満点でございます。やったー。なかった。その第一村人がいつまでたっても覚えられなくて。もうなんか俺最初カルタゴ人のって書いてたんで、それでもうそういうふうに覚える、一発バンで覚えちゃいましたね。カルタゴ人が第一村人だっていいわけですからね。なるほどなるほど。これ面白いです。まあ面白いってのはこうなんか抜き打ちテストは面白くないんだけどさ、言葉は面白い。はい、ということで今回は抜き打ちテストをされました。なんとかね、意地を見せられたんでよかったんじゃないでしょうか。あとはやっぱ暗記のヒントにもなるというかね、2人ともやっぱ反復を短期間で繰り返して満点取れるようになるまでやってるっていうのは共通してましたからね。そういうのはいいヒントになるんじゃないでしょうか。ということで、いつも通り動画の高評価、チャンネル登録。それを忘れてしまった。ここに来てこれを忘れる。いつも言ってる。こんなに反復してる。毎日のように反復してるのに。チャンネル登録、高評価、動画のシェア、Twitter のフォロー、コメント、質問お待ちしております。それではさようなら。って大事だね。はい、今回の質問コーナーです。質問コーナーについて、質問はどこにすればいいのでしょうかということで、基本的にはこの YouTube の、コメント欄にしていただければと思います。僕の Twitter の方でもですね、質問受け付けてはいますが、回答が140文字以内になってしまうので、質問が舌足らずになってしまってもどかしいことが多いです。YouTube だとこうやって1分ぐらいは喋れるので、長く回答が欲しい場合は YouTube に質問いただければと思います。という感じかな。今回の質問コーナーはあっさりここまで。質問お待ちしてます。さようなら。